くのいち、体はつながっている。ちょっと差がつく体の使い方、リンパ整体師の京子です。どうでしょう、この衣装。今日からくのいち、外側は忍びのもの、中はビヨンセ、そんな感じでいきたいなと思っています。このチャンネルでは大人世代の心と体を解きほぐして理想のスタイルに近づくためのタクトレの方法を紹介しています。2021年8月からは1年で大人世代の体を変えるプロジェクトを進めています。特に私と同じ大人女子は必見です。大人女子は体の変化を感じながら本当の自分を発見し、心や環境との調和を図っていく、そういう節目の世代なんです。私の実体験をもとにたった1分の積み上げであなたのなりたいを形にするお手伝いをさせてください。終盤に今日のまとめをお伝えしますので、ぜひ最後までご覧くださいね。それでは今日もよろしくお願いします。今日のテーマは目指せ足指じゃんけんパート2。視聴者のタディ&キングさんが前回の動画ナンバー25 横脚を見た後にコメントをくださいました。いつもありがとうございます。質問ではないのですが、私が勝手に紐解いていく、そんな回になります。ではいただいたコメントを読んでみますね。こんにちは、お久しぶりです。女性は男性に比べて足の筋力が弱いと思うので横脚になりやすいのかなと思いました。筋力をつけるのももちろん大切だと思いますが、根本的に足裏や足指が使えていないのも原因かと思います。例えば土踏まずがなくベタ足だったり、以前特集していただいた足指じゃんけんが苦手だったりする人に多いような気がします。私は足の専門家ではないので個人的な見解として捉えていただけると嬉しいです。足裏と足指は家で例えるなら土台、基礎の部分だと思うので、土台がダメだと足首や膝が曲がるのも納得できます。私もおっしゃる通りだと思います。タディ&キングさんからは以前もコメントをいただいていまして、その時の内容が足の指ってとっても重要なんですね。足指じゃんけんするのも良さそうだし、ただ指の動かし方やコツがわからないので、ぜひ足指じゃんけん特集やってほしいですでした。こうして過去のコメントを比べてみると、ご自身でいろいろ試しながら前に進んでおられることが読み取れました。足裏の重要性についてはナンバー2浮き指って知ってるの動画でお話ししています。まだご覧になっていない方は画面の右上の文字をクリックするか、動画の最後に出てくる画像をクリックするか、画面から下のリンク先をクリックしてくださいね。ナンバー8足指じゃんけんパート1のリンクも一緒に貼っておきますね。ここで今日のメソッドの前に皆さんに私と一緒にやってほしいことがあります。上腕の筋肉を盛り上げるとき、どんな腕の使い方をしますか？ちょっとやってみましょう。手のひらを上に向けた状態で腕を水平にして、肘と手首と指を内側に曲げて緊張させると筋肉が盛り上がります。肘だけを内側に曲げてみましょう。力が入らないし上腕の緊張が緩いですね。今度は腕をテーブルに乗せて、反対側の手で手首を押さえて、指と手首をゆっくり内側に曲げてみましょう。手首に動きを感じたらそこでストップ。少し持ち上がるけど指も手首も曲げられないですね。この実験で分かったことは、上腕だけに力を入れることは難しく、指や手首だけに力を入れることも難しい。何が言いたいかというと、一部分だけを動かすことは難しいということです。上腕と手首の間にある前腕を伝わって力が入っているということを意識する必要があるんです。いただいたコメントにあるように、横脚を改善するには足首から下の連動が必要ですし、足指、足裏、足首を改善するには足首から上の連動が必要。つまり連動させるための全体的な筋力がなければ、横脚の改善も足指じゃんけんもできないということです。私はこれまで何度も体はつながっていると話してきました。部分的な動きを意識しながら全体的な動きも意識する。私のチャンネルで1パーツのみを鍛えるメソッドを紹介していない理由は、1パーツのみを鍛えることは無理だからなんです。もう一つ、足裏と運動の関係について家族を中心に10名足らずですがアンケートに協力してもらいました。パートナーのお母さんに失礼な質問ねなんて言われちゃいましたが、ちゃんと答えてもらえたので報告したいと思います。クエスチョン1、扁平足ですか？クエスチョン2、運動歴はありますか？
クエスチョン3、走ることが苦手ですか？クエスチョン4、足指じゃんけんができますか？クエスチョン5、足首にくびれがありますか？クエスチョン6、お脚ですか？確かに失礼な質問でした。答えてくれた皆さん、本当にありがとうございました。お脚に関しては自覚がない場合もあるので、私の判断とさせてもらっています。私が調べたかったのは見た目と運動能力の関係性です。この結果からすると、扁平足やお脚や足首のくびれがない人でも走るのが速かったり足指じゃんけんができるということは、見た目と運動能力は大きく関係していない。でも見た目が運動への苦手意識には関係している可能性があるということが分かりました。ここで少し補足します。サロンのお客様で足はまっすぐだけど足首だけが極端に内側に入っていて、腰痛、膝痛、よく転ぶ、足指じゃんけんはできるけど運動は苦手という人がいらっしゃいました。ちょっと分かりにくいかもしれませんが、足首が内側に入りすぎると足首を境目にして上と下の力を逃がしてしまうんです。じゃあどうして足首が内側に入りすぎてしまうのか。これは先天的な股関節のずれと足首が弱いことが原因と言えます。この方の場合、体の改善には足首の強さがかなり重要です。このことは全ての関節において同じことが言えます。私自身スポーツの後遺症で首と肩の亜脱臼、それと膝の故障があるので、ケアをしないといいパフォーマンスはできません。年を重ねるごとに日常生活にも支障が出てきます。体はつながっているので、部分的な動きを意識しつつ全体的な動きもやっていく。面倒ですが、これが最速で結果を出す方法なんです。このチャンネルで紹介しているメソッドはこういったことを考慮しながら作っています。話が随分長くなってしまいましたが、メソッドはたった一つ。ではではやっていきましょう。足を肩幅に開いて足首を起こしてかかとで立ちます。膝を伸ばした状態で部屋の中を歩きます。ポイントはつま先をまっすぐ前に出すこと、足指を開くこと、両手のひらを前に向けること。こうすると上半身と下半身が安定した状態で、すね、ふくらはぎ、太ももの前と後ろ、足首、足裏、足の甲、これらの筋肉を同時に鍛えることができます。そして膝と股関節のずれを調整することもできます。足指を開くことが難しい人はイメージだけでもしておきましょう。歩くのが難しい人は壁や物につかまってその場で足踏みでも OK。 1、2、1、2で1分歩きましょう。1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、今日のまとめ。手のひらを前に向けると肘が伸びて上半身が安定する。膝を伸ばすことで力が入りやすく関節のずれを調整できる。つま先をまっすぐ前に向けることで足裏と足首をバランスよく鍛えられる。皆さんできましたか？簡単だけど結構きつい。でも終わった後、体が軽くなって爽快感を感じてもらえたのではないでしょうか。見ると簡単だけど1回でマスターできる人はほとんどいません。何度も動画を見てポイントを押さえながら積み上げていってくださいね。ちなみに私は台所からトイレへ移動する時など室内にいる時はこのメソッドを意識しながら歩いています。ハイヒールを履いて外出するのが好きなので、外出ではつま先歩き、室内ではかかと歩き、こうやって筋肉のバランスをとっています。まさに隙間時間の積み上げです。そうそう、足裏を鍛える方法で思い出したことがありました。バレリーナの人の足裏ってムキムキなんです。つま先立ちの姿勢にヒントがあります。気になった人は調べてみてください。それでは今日はここまでです。もしこの動画が役に立つと思ったらチャンネル登録といいねの高評価、お友達にシェアしてもらえたらとっても嬉しいです。今後の動画制作の励みになりますので、どうぞよろしくお願いします。積み上げたあなたに花丸。いかがだったでしょうか？これなら続けられそうかな？1年で大人世代の体を変えるプロジェクト、
1日1分の積み上げであなたのなりたいを目指して一緒にやっていきましょう。元気になれば綺麗になれる、綺麗になれば優しくなれる。土曜日朝7時にお会いしましょう。京子でした。